女性はお家で主婦をしてみたいな。もうだから男性が一番にお風呂に入るとか。ぼちぼちじゃないですか。なってきたような気がします。昔よりかは。Hey guys! Today we're gonna go and ask Japanese again, but if you're new to our channel, don't forget to subscribe for more videos from Japan. Today we're actually gonna go and ask Japanese people about feminism, if they know the word, and if they think females and males in Japan are currently equal or not. So let's go and ask Japanese. フェミニズムって単語知りますか？聞いたことはあります。聞いたことはあります。それについて日本はどうなってるんでしょうかねって今みんな聞いてるんですけど、どうなってるんでしょうかね。日本は男性の方が上な感じがしますね。例えばどうやってわかるんですか？なんか会社とかの上の方の人は男の人が多かった、管理職とか男の人が多いかなって思います。男の人が多い会社とか、政治家も見るもほとんどみんな男子だし、他の場所にも仕事以外にもなんかわかるんですか？お家とかなんかやっぱり女性はお家で主婦をしてみたいな、夫の帰りを待ってっていうイメージが固定観念がやっぱまだ日本にあるかなっていう、働くより感じはあるかなって思います。最近なんか変わったりとかしたりとかしてますか？なんかけど私の学校とかこの子もなんですけど、やっぱ共働き、お母さんもお父さんも働いたりとかしてる家庭は多いし、今社会でもお子さんを預けられる会社でとか場所はあるから、そういうところでは変わっているのかなって思います。ここになんか変わってるところを見ました？関白、亭主関白だ亭主関白、亭主関白、私のお父さん亭主関白です何ですか？夫がそのお家の中で一番偉いみたいなで、妻はそれに合わせて動くみたいな感じの家庭の図を亭主関白って言います。それ今も自分のお父さんとお母さんまだその感じですか？けどこっちは多分あんまりいないと思うけど、九州とかそっちの方だったら多分そういう家庭が多いと思います。自分の家庭もこんな感じでした？そうですね、やっぱりお父さんがいろいろ家を支えてくれてるので、そういうところはあると思う。例えば自分の感じも結婚したらその感じで続きたい、それともちょっと変わりたいとか何かありますか？それは対等にやりたいっていうのもありますし、まだ結婚は考えたことないんですけど、私はどっちかというと独身でいたい派ですなんでですか？あんまりなんか女性扱いされるのあんま好きじゃないんで、動物の方が好きなんで、人間より動物と囲まれて過ごしたいと思います私は家庭を持ちたいですね。働きながら子育てしたいです。難しいですかね？今はすごい大変そうだなって思うんですけど、保育所とか空いてないって聞くんで、でも私がそういう世代になった時には変わっててほしいなって思います。フェミニズムって言葉聞いたことありますか？フェミニズム？フェミニズム？ないです。ないです。じゃあ男性と女性は平等ですか？いや、平等ではないと思います。例えばどういうところが違うんですか？なんか女性は家事をするっていうイメージあって、男性は働くってイメージがまだ残ってるなっていうところがイメージなんですけどあります。だったらもうだから男性が一番にお風呂に入るとかだと思います。それは聞いたことあります。でもまだなんか男の人、女の人はちょっと差別あるかなって思いますね。なんか仕事のこととかもそうですし。例えばどういうところは違うんですか？給料とかですかね。働き方とかもなんか職種によって女しかできないとか男しかできないとかあるから、その辺まだちょっと差別あるのかなって思います。どう思いますか？なんか今男性と女性は日本で平等になってるんですか？ぼちぼちじゃないですか。なってきたような気がします。昔よりかは。でも収入が全然違うから、それ私的には収入同じにしてほしいです男性にしかできない仕事は今何ですか？なんか力仕事とか、あと運転系とか、なんか最近はでも電車とかも女の駅員さんとかもいるけど、前はなんか男の人ばっかりとかっていうのは思いました。タクシーの運転手さんとかは思いますね。フェミニズムってか単語聞いたことありますか？フェミニズム？違う、絶対違うでしょ絶対違う。フェミニンっていうね。でもなんかフェミニンは聞いたことあるけど、フェミニズムは聞いたことない。男性と女性はどのぐらい平等ですか？平等になってないですか？どうでしょう？
電車とか見てて思うのは男性って絶対女性に譲るけど女性は男性を譲らない。確かにから別になんか平等っていうのかわかんないんですけど多分偏見はあると思います。男の方が優しいみたいな。優しい。女はなんか重い荷物持ってくれるとかなんかお金出すのが当たり前って思ってるけど違うよね。女ってダメだねなんかおごってもらうのが当たり前とか思っちゃったり平等ではないよね。じゃあ逆に女性の方が今有利ってことですか？そんな気がします。女性が優先されてるところはありますか、日本では？電車の女性専用車両は女性はあるのに男性はない。そうだね、その車両はなんかいるんですか、いらないですか？いると思います。乗りやすいです。女性だけなので。女性ユースなんか温泉とかも女性専用とか電車とかもあるかなって思いますね。女性専用車両って。そうですそうですそうです。なんかでもそれの方が痴漢とかもないから安心できるかな。そうですね、逆にその女性専用車両があってよかったと思いますか？そうですね、なんかもうちょっと増えてほしいです。逆に増えてほしいですか？なんか相席とかが嫌なんで女の人が相席だったらいいんですけど知らない男の人はちょっと嫌だなって思います。他になんか女性の方が有利のところありますか？女性だから多分当たり前だと思うけど、なんか必ず男性と女性で分かれるところとかでも女性の方が綺麗とか、なんかちゃんと整ってるって言い方違うけどお店とかもうなんか多分男性入りにくいところもあるし。分かった、プリクラ男だけで撮れない。そう、なんか男同士でプリクラは撮っちゃダメですよみたいなあって、なんかよくわかんない、かわいそうだなみたいな。男性専用のお店ってあんまなくないですか？女性専用は結構あるけど、でそれこそ電車もそうだし女性専用車両みたいなのもそうだし、そういう件に関しては多分女性の方が有利なのかなとは思います。ありがとうございました。ありがとう。The other day I was riding the train and there was a poster right in front of me and I posted that on my Twitter, and the poster pretty much has had a housewife and her husband is looking at his phone instead of finishing his food, and she was like, oh, made that kind of face and was like, I'm so sad because I just want to satisfy my family but no one is finishing the dishes anymore that I cook for them. And I put that video in the picture up on my Twitter, and I got really interesting responses from you guys and girls about feminism in Japan. So it was interesting to actually ask this question. I find that there is still a very predominant image of the Japanese housewife. So you see that in loads of commercials, you see that in loads of things of the obedient Japanese housewife that cooks and takes care of the kids, and it's kind of getting pushed a lot. I don't really see the Japanese houseman being pushed, really. Sometimes in some commercials you see like a man maybe cutting some vegetables together with his wife, but it's generally like, it seems to be very much still pushing the housewife image, and it's a big thing. You have like the age when you were a girl, and then once you're a woman, you're actually expected to marry quite early. Japanese people marry quite early. There used to be the thing of the leftover Christmas cake, which is when you are 25th of December is when people eat the cake on Christmas, right? So when it's the 26th, no one wants to eat the Christmas cake anymore because it's after Christmas, right? Which also used to be a marriage date for women in Japan. If you are 26, you're kind of too old, you're getting old. No one wants to eat the Christmas cake anymore, which is kind of shocking because it's kind of like, oh, come on, they're still quite young. So they changed that apparently. It's moved a little bit backwards, but there seems to be the idea about that for some people around. When I actually went to Germany, I must say, going back to Germany, I was surprised how many women I could actually see on posters for commercials or on TV who are not, who are women. Like they were neither girls and they were neither married. So you just constantly see really cute, young, attractive girls, or you see married women a lot on Japanese TV. That's what I've experienced so far, to be honest. And what still some women do, but not as much anymore, is quit working.
when they marry, in order then to support, for example, if the husband has his own company, then to work in his company to help him maybe with paperwork, with the taxes and stuff. I've seen that quite a lot. And another thing that's very sad is that there are not many kindergarten places. So if a woman can't get a kindergarten slot during that year, she might lose her job as well, because obviously she has to take care of the kids then, and she can't go back to her job. So that's another thing. And in the really traditional ways, it's not as much anymore, but many people, especially in the countryside, seem to be still like that the man is like the ruler and the leader of the house, which means he gets to do the most important decisions, and he also gets to, like, for example, take the bath first and stuff. But Japanese women are taking that a little bit back, because usually the one who takes care of the finances in the family is supposed to be the wife. So the wife collects all the money that the husband earns and then distributes it amongst the kids, herself and the husband. So he gets actually his pocket money from the wife, which is interesting. So yeah, that's a little bit on feminism here in Japan. What is your opinion on feminism in Japan, in Asia, or maybe in your country? Interesting to find out. Guys, be nice to each other. I know this is a topic that people, causes a lot of friction. So in the comments, I don't want any mean comments, guys. Let's discuss this properly like grown-up people. Thank you very much for watching. I'll catch you soon for another video, and don't forget to subscribe, and I'll catch you soon. Bye!